はい、ようやくダヴィンチ手に入ったとこの手です。その手だぜ。みんなのアイドル、レイナちゃん。前実装時は1万以上かけて出ませんでしたからね。あの時は仕様も出なかったから下振れすごかったよな。こればっかりは運だからね。というわけで今回はダヴィンチ使っていこうと思いますが、まあ、動画の都合上1番手でやるぜ。いかがでしょうか。本当は3番手のアーツパにすごい最適なサバですがね。というか宝具速度 3.1 秒でアーツパなのですが。終わった。やるしかないだろ。もし、ためになるや面白いと思ったら、チャンネル登録をねかったボタン、よろしくね。満を持して登場のダヴィンチちゃんだ。はい、初めて触るので一応軽く解説していきます。このサバは簡単に言えば宝具打つことに特化した遠近療養サバです。NP25% 獲得あるしな。しかも10秒ごとに NP 獲得も持ってますし、後ろのサポッチ使えば高速で溜まります。そうなんだ。本体性能に関しては他にも色々ありますが、めっちゃ早く宝具打てるというのが一番ですね。そして何より優秀なのが、3番手アーツパとしての適性の高さです。確か3式に NP チャージがあったよな。さらにカード枚数がアーツ3枚とこれは宝具打ちやすくなりますね。同じ購買率 NP 獲得スキルはクロエやメディアがいたな。クロエはクイック2枚、アーツ2枚ですし、メディアはクールタイム長いんですよね。ここで宝具。東方の三博士、北欧の大神、知恵の果実、我が英知、我が万能はあらゆる英知を凌駕する。ウオモウニベルサーレ。あとメディアは攻撃宝具でないことから、まくり性能があまりなところがあるんですよね。アタシに対しては、割と強く出れそうだけどね。ダヴィンチはアーツ3枚で NP チャージして宝具打てることから、カード構成的にもまくり性能的にもいいんですよね。さらに副次的効果として無敵貫通20秒と星出しがあるわけか。タコできるマシマシで優秀だね。NP チャージ以外に、無敵に対処でき、星出しで火力も取れるといういいことずくめ。オセアニアで常識なんだよな。大丈夫。そのネタ知ってる人どれだけいるんすか。ともかく3番手アーツパではダヴィンチかキャス2機どっちかが安定になりそうですね。キャス2機は回数回避欲しい時や旺盛積みたい時のコスト面でって感じか。それかエミヤのサポタカの目で火力出すかですね。個人的に2番手クロエ3番手ダヴィンチで WNP チャージで少し強く増やせる先生か。武蔵ちゃんダヴィンチで回数回避める先生を使ってみたいですね。とりあえず、3番手に置くことは確定してるな。可能性が広がるね。というわけでざっくり特徴を話したので性能を簡易的に説明していきますか。まずは1式。確率で防御アップ&宝具威力アッププラスガッツ1回30秒です。倍率は防御アップと宝具威力アップが30秒で確率は 85% だったな。確率ですが倍率が結構高くて宝具威力上がるのは、宝具1勢としてはありがたいですね。お次に2式。2式は絶対無効20秒 &HP と NP10 秒ごと3回、プラス全体のアーツバフです。HP 回復は1000で NP は5固定、アーツは 20% と控えめだぜ。7月の修正でアーツバフが追加されてましたね。いろいろあって嬉しいね。そして3式、NP チャージ&無敵貫通30秒プラススター獲得です。NP チャージの倍率は 25% で星出しは20固定だぜ。NP チャージに無敵貫通、星出しと星出してんこ盛りですね。と、まとめてみると、確率ですが宝具威力アップや NP10 秒ごとに NP 獲得と、宝具周りはかなりいいですね。耐久面はリジェネやガッツとば持ちよくできるな。スタミナいっぱいだね。さらに絶対無効と無敵貫通と環境に刺さるスキルも持ってると、3番手運用するのに十分すぎるスキルですね。モーションについては部分的に、遠近療養サバで人にアーツ知ってればいい気がしますね。バスターがサーキスポイがたまに使うと刺さったり刺さらなかったり。ただ、遠距離は誘導がそこまでなのでご注意を。そして近接なのですが、アーツの軸ずれがあって割ときつめですね。自衛は割と難しいわけか。なので宝具特化サバということになりますね。宝具もあれば、強いサバって感じだね。そして肝心の宝具ですが、少し離れた円形型の全体宝具です。近づかれると奇数が当てやすい形だな。ですがアーツ宝具で宝具1では火力出ないこともあるみたいですね。宝具威力アップのスキルが確率だからな。あとは冷凍かフェイタルでごまかすぐらいですね。お金がかかるね。そして足回りは6秒と平均より下。まあ、シューターとしては普通って感じだな。全体から見れば遅いですけどね。現場からは以上です。ということでダヴィンチは3番手アーツパの最適解の一つなので、ぜひ引いてみてはいかがでしょうか。はい、お次の試合を見ていくと、対面トップマスター。固定で偏ってしまった時のだな。
3.1 秒宝具で大丈夫なのかな。相性的にもきついっすね。固定でランダムだったんですけど、どうしても偏っちゃうんですよね。あるあるだな。なので12回を1周期として同じ対戦にならないようなボタン欲しいなと思ってますね。同じ組み合わせになること多かったからな。組み合わせ表使ってやればいい話だけど面倒だからね。ボタン一つで組み合わせ被らないようにしてほしいですね。ということでここから実況です。冷凍で 25% チャージと黒へのサポ NP 獲得でもう半分溜まってる。そしてスキルでもうこんなに。カレスコでもないのに溜まるの早すぎるんですよね。そしてお味方の尽力により打ててしまうという。東方の三博士、北欧の大神、知恵の果実、我が英知、我が万能はあらゆる英知を凌駕する。ウオモウニベルサなにこれ。ステージが広場側だったこともあるな。他のステージじゃうまくいかないこともありますが、このステージの広場側でホールスカス化されたらたまったもんじゃないですね。なんか障害物置いた方が絶対いいだろうな。犯人はお前や。カレスコ宝具ぶっ破戦法光、アース素振りにも何か調整欲しいですね。強い云々というよりもメンタルに来るものがあるからな。ただ、宝具打ち終わった後が割ときついんですよね。遠距離はノックバックないし近距離は軸ずれするしな。そうなると宝具打つのがメインのサバがきつくなるので、バランス調整が難しそうですね。そうなるとカレスコの下方や宝具構え直すのにクールタイムも打てるのが丸そうだな。みんなはどう思うかコメント欄に書いてくれると嬉しいよ。というわけで1位交換で枚数同じになりました。次で聖杯獲得がどちらになるか決まりそうだな。ということでお味方と急いで合流します。少し待っててね。おや、お味方は宝具が溜まったようですね。と、ここで宝具は打たせない。おっと、イリアのタゲがフリーだな。と、行こうとしますが、それは自分が見た方が良さそうだね。うちはいつでも攻め攻めやで。さらにお味方宝具。あとは枚数有利を生かして聖杯獲得したいところですが、ジャックは足が速いからな。こういう時遠距離の誘導弱めだときついですね。と、ようやく抑えれたな。おっと、ここでダヴィンチちゃんをカットしていきたいところ。聖杯獲得だな。ここから枚数有利で詰めていきたいところですね。玉物 HP が気になるがな。そこは宝具で倒してどうにかしたいところですね。相手の足を止まったり。ここから宝具で一気に決めていきたいところ。ガッチャン宝具チャンス。ダヴィンチ逃して宝具打たせるわけにはいかないので、ここはキル優先ですかね。中あるしガードを上から落とす感じだな。よし、ここで枚数有利。おっと、ここで宝具をカットして。味方コントをしたのに出なかった。ごめんなさいやで。枚数振りで聖杯取られて聖杯切されたらまずいっすね。やらかした。混沌してるの気づいてたら単発当てで止めれてたな。視野が狭くなってたね。ですがまだゲージ差はあるはず。聖杯キルされるのを防げば、これは厳しそう。ああ、これは助けに行ったら一気にやられるパターンですわ。今のうちにアーツ素振りだな。ちょうどいい具合に HP 減らされてますね。これは聖杯キルされるな。間に合わなかったね。くるむ。ですがゲージはまだ勝っている模様。味方がリスポーンするまで引くのが吉だな。その分 MP 貯めれますからね。お味方がリスポーンしてきた模様。ここからが本当の勝負というわけですね。そろそろ NP 貯まるしな。気になります。にしても宝具の通り悪いから微妙だがな。前に出てきた相手を味方に抑えてもらいたいところ。相手も宝具持ってるね。おっと、ファントムが前に出てきましたが、味方が2両で抑えられたな。ここは相性有利ですし自分が見たいところですが、お味方がカット入ったので BD カットすることに。引いてホールも 2.5 秒ホールが間に合うか微妙でしたし、ちょっとここは噛み合わなかったですね。ここは回数回避使って怠慢。とここで試合終了。聖杯獲得後と最後が噛み合わなかったですね。宝具狙うので手一杯になってたね。ですがこのままでは終われません。大丈夫や。問題ない。というわけで同じ対面で活動。というかゲージ差がきついのですが。聖杯キルでワンちゃんだね。おー。とりあえず相性有利のジャックにダメージ与えましょう。相手のインの入りだからな。そしてここでジャンヌのスタン。
ここダヴィンチ抑えて味方に聖杯切りしてもらう場面だったのでミスった感じ。あとは右を足止めして、時間が傾けるが抜けられたな。止めれるか。諦めた。そこで試合終了ねが。ここでゲームセット。対戦、ありがとうございました。やった勝ったよ。さて、今回はここまで。本日もご視聴いただき、ありがとうございました。もしチャンネル登録してくれると、ドレイク、以上さん、アストライアを中心に動画を上げていくので、見つけやすくなるぜ。チャンネル登録者1000人目指してるから、チャンネル登録してね。高評価もお願いします。では、次回の動画でお会いしましょう。またねー。